ハーブとアロマの暮らしの動画をご覧いただきありがとうございます。本日は大人気のローズマリーチンキの作り方をご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。ハーブというとラベンダーやペパーミント、バジル、タイムなど様々な種類があるのですが、こちらのローズマリーはその中でもとっても人気の種類です。こちらの鮮やかなグリーンの葉っぱの中に様々な成分が含まれています。このように少しこすると香り成分が手につきます。エッセンシャルオイルもたくさんの種類が世の中で発売されています。今回はハーブとしての知識がメインなのでアロマについては詳しくやりませんが、このようにローズマリーといっても香りの種類が違うものがあります。同じローズマリーでも育つ環境、例えば日照時間とか土の栄養状態、水やりの回数などでこのように香りが違うものができてきます。こちらは私が愛用させていただいているプラナロムというメーカーの精油です。こちらのメーカーでは成分の違いがわかるように、同じローズマリーでもカンファー、ベルベノン、シネオール、このように区別して販売してくださっています。同じローズマリーの葉っぱから取れるのに、このように様々な香りの印象の違う精油ができます。さらにアロマテラピーについて学びを深めたいと思う方はエルブのワンコインレッスンがおすすめです。こちらは概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご参加ください。私のチャンネルでも常に上位に入っているこちらのローズマリーというハーブ、今日は改めてこちらのローズマリーのチンキの作り方を基本からお伝えしたいと思っています。他にもこちらにあるようにローズマリー軟膏、ローズマリーのスプレー、ローズマリーのボディクリームなど様々な動画を取り扱っていますので、こちらもぜひご覧ください。概要欄に URL も貼っておきます。ローズマリーチンキを作るときはこのように育てたローズマリーを使っても構いませんし、市販のハーブティー用に販売されているローズマリーのドライハーブを使っても大丈夫です。今日は私の友人である日比さんが育てているこちらのローズマリーを使ってチンキを作ります。先ほどもお伝えしましたが、このようにフレッシュの状態のローズマリーでも構いませんし、ドライハーブでも構いません。ローズマリーチンキの材料はこちらの3点です。ローズマリー、ガラス瓶、ウォッカです。ローズマリーには精油成分以外にフェノール酸という分類のロスマリン酸やチテルペン化合物という分類のカルノソールロスマノールという成分、他にもハーブティーに進出する成分としてフラボノイドなどが含まれています。今お伝えしたようなハーブの成分や作用についてはハーバルセラピストコースという専門コースでお伝えしています。特に抗酸化作用が強い成分としてロスマリン酸という成分も知られています。ローズマリー軟膏で使われている成分の一つです。今お伝えしたこちらのローズマリーに含まれる成分をこちらのアルコールで抽出する製剤がハーブチンキです。それでは早速ローズマリーチンキを作っていきましょう。まずこちらのローズマリーを洗っていきたいと思います。まずローズマリーを水で洗っていくのですが、使うローズマリーは瓶の中に入る量をこのように洗うようにしてください。それほどローズマリーがたくさん手に入らないときは瓶の大きさは小さくてもいいですし、例えばお家でたくさんローズマリーを育てているという方は大きめの瓶で作っても大丈夫です。洗っている間もいい香りがしてきます。しっかり洗い終わったら布巾で拭いていきたいと思います。やっぱり生きたハーブなのでどうしても虫や土などがついている場合があります。なので虫などはもう洗う前にチェックしてしまった方が楽だなと思います。今はキッチンタオルで拭いていますが、キッチンペーパーで拭いていただいても大丈夫です。一度全体を拭いていきたいと思います。
お家で育てていない方やこの作業が面倒だなと思われる方はドライハーブを買ってしまうのが楽だと思います。はい、水気を拭き取ることができました。今日は割と小さい瓶に作りますので、こちらの瓶に入る分はチンキにして残りはドライハーブにしていきたいと思います。それでは次はこちらの茎から葉っぱを取っていこうと思います。茎から葉っぱだけを取る場合はこちらの枝をカットした部分とは反対側から手を滑らせるようにして取っていきます。一度やってみたいと思います。こちらがカットした側で、こちらからですね、茎に手を滑らせるようにしてこのように葉っぱを取っていきます。スルスルと取れるのですごい時短になるのでおすすめです。先の方は手で取りますね。もう一度やってみようと思います。枝をカットした部分とは反対側から手を滑らせるようにこのようにですね、ちょっと先が取れちゃいましたね。このように葉を取っていきます。この手順でやるととっても早く葉っぱが取れます。はい、では今4本分、だいたい15から20センチぐらいの枝を4本分ですね、葉っぱを取りました。先ほどもお伝えしたように今日は瓶がそれほど大きくないので、こちらを使ってローズマリーチンキを作っていきたいと思います。ハーブチンキを作る時の容器は作る量よりも大きめの容量のものを選んでいます。今回は私が好きなのでメディスンボトル薬瓶という商品を使っていますが、お家で食べ終わったジャム瓶などをきれいに洗って消毒して使っても構いません。まずはお家にあるもので手軽にやってみてください。60ml の容器の場合は 5g50ml といった配分がいいかなと思います。もし今言った配分で瓶に収まらない場合はこちらのハーブをカットして細かくして詰め込むという方法があります。それでは早速作っていきたいと思います。洗って消毒した瓶に先ほどのローズマリーを入れていきます。今日は葉っぱだけ入れていますが枝ごと入れても大丈夫です。すごくいい香りがするので作業中も気持ちのいい時間となります。ローズマリーの葉っぱを入れ終わりました。ここにウォッカを注いでいきます。それではウォッカを注いでいきます。ウォッカを注ぐ際は1対10の割合で注いでいただいた際に、万が一ですねこのローズマリーがウォッカから飛び出るようなことがあればもう少し追加で注いでいただいても大丈夫です。ウォッカを注ぐ際の注意点としては、ウォッカの表面からローズマリーの葉が出ないようにしっかりと量を入れてください。このようにしっかりウォッカを注げたら一度蓋をして作業完了です。実はここから2週間漬け込んでいきます。ここから2週間ローズマリーの葉っぱからウォッカへ成分をどんどん移していきます。2週間漬け込む際のポイントが2つあります。1つは1日1回瓶を振ります。このように1日1回しっかり瓶の中身を混ぜてあげてください。2つ目はできるだけ暖かい場所に置くということです。ローズマリーの成分がウォッカに移る際に寒いところよりも暖かい場所の方がよく移るということが知られています。そのため夏場はあまり気にしなくていいのですが、冬場は部屋の中ではできるだけ暖かい場所に置いておくといいと思います。それでは2週間後を楽しみに。ローズマリーチンキの漬き込み開始です。ローズマリーを漬け込んで1週間が経ちました。このようにローズマリーの成分がアルコールに移って色が飴色に変化しています。ここからさらに1週間漬け込んでいきます。さらに1週間漬け込みました。
2週間経ってチンキの色がさらに濃くなりました。それでは早速ローズマリーチンキをこしていきたいと思います。チンキをこすときは受け皿になる容器とドリッパーを使っています。ドリッパーがない場合はキッチンペーパーやガーゼでこしていただいても大丈夫です。このようにペーパーをセットしてチンキを入れていきます。中に入ったハーブもこのようにかき出していきます。ハーブがアルコールを吸ってしまっている場合もありますので、ハーブが吸ったアルコールもしっかりと落としていきます。しっかりとアルコールを絞ったら完成です。完成したチンキはこのようにガラス容器に入れて1年保存が可能です。ローズマリーには様々な成分が含まれていますが、蓋を開けてこのように香りを嗅いでみるとほのかにローズマリーの香りがします。エッセンシャルオイルとはまた違った香りがするので、天然の植物香水として楽しむことも可能です。有効期限は1年とお伝えしましたが、少しずつ色が褪せたり香りが落ちたりしてきますので、使い切れる量を作っていただくことがおすすめです。私はチンキがすごく好きなので、お家でもいろんな種類のチンキを作っています。ハーブで作ったり、エディブルフラワーで作ったり、生薬で作ったり、いろんな素材で手作りをしています。ハーブチンキの利点は大きく4つポイントがあります。1つ目はハーブの有効成分を幅広く取れるということです。アルコールは水溶性も脂溶性も両方成分が取り出せるので、ハーブに含まれるほとんどの成分を取り出すことができます。2つ目はアルコールを使っているので、内用する場合、内服する場合は体への吸収率が高まります。後ほどご説明しますが、アルコール濃度すごく高いので、薄めて内服するようにしてください。また今お話ししたように3つ目のポイントもアルコールと関係がありますが、アルコール濃度が高いので長期保管が可能です。1年間保存が可能となります。最後はですね、チンキは目的に応じて飲むことも塗ることもできるということが大きな利点となっています。そのためハーブティーに入れて飲んだり、他にも化粧水を作ったりなど様々な分野で活用することができます。こちらのチャンネルでもローズマリーチンキを使ったヘアスプレーや化粧水、そしてボディクリームなどをご紹介しています。ハーブについてもっと知りたいという方はワンコインのレッスンやハーブの専門コースも開催していますので、概要欄をチェックしてみてください。今回の動画ではローズマリーチンキの使い方を2つご紹介します。まず1つ目はこちらですね。ハーブティーに入れて内用するというやり方をご紹介します。今日はルイボスティーを用意しました。ルイボスはアフリカで育つマメ科の植物なのですが、この赤い色が特徴のハーブティーです。ルイボスのチンキもとっても美味しいのでおすすめです。ポリフェノールもたっぷりですし、体が温まるので私はよく飲んでいます。このようにご自身が好きなお茶をご用意しましたら、チンキをティースプーン1杯入れて内用してください。このように混ぜたら香りを楽しみながら飲んでみてください。アルコールが入っていますので飲む時間帯にはご注意ください。まずは手軽にハーブティーに入れて飲むという方法もお試しください。チンキは塗ることもできるので、今のように飲むのが苦手だなという方は次にご紹介するローズマリーの化粧水をお試しください。次にご紹介するのはローズマリーの化粧水です。
今回は 30ml のボトルをご用意したので、チンキ 5ml にお水を 25ml 使います。お水はドラッグストアに売っている精製水でもいいですし、ハーブウォーター、またの名を芳香蒸留水なども使うことができます。今日は我が家で採れたラベンダーの葉っぱのハーブウォーターを使います。チンキの化粧水は量り入れるだけなので、とっても簡単に作ることができます。消毒したスプレーボトルにチンキと精製水を量り入れます。今日は小さじを使ってチンキを量ります。こぼしてしまいそうなのでロートを使います。チンキを 5ml 量り入れます。このようにチンキを入れていただきましたら、残りの 25ml 精製水やハーブウォーターを注いで完成です。たったこれだけで完成する化粧水ですが、アンチエイジング効果も高く香りもいいので、とってもおすすめの化粧水です。しっかり蓋を閉めたらよく振って完成となります。それでは早速スプレーをしていきたいと思います。ローズマリーのくっきりとした香りがすごく印象的ですし、シャープな香りなので頭の中がすごくすっきりします。疲れてる時とかリフレッシュしたい時にもおすすめなので、化粧水としてももちろん万能なんですけれども、単純にアロマスプレーとして使うこともできます。精油の香りが強すぎて苦手という方は、今回ご紹介したようなチンキのスプレーを使っていただくといいと思います。アルコールが入っているので成分の吸収率はすごくいいんですけれども、どちらかというと使用感はさっぱりしているので、もし保湿感を上げたいなという方はドラッグストアとかで売っているグリセリンを加えてみてください。グリセリンを加えるときはこの全体に対して 5% 程度の量にしてください。入れすぎると逆に乾燥してしまうのでご注意ください。ここでローズマリーのチンキの化粧水の注意点をご紹介します。作成したチンキ化粧水はおおよそ1ヶ月程度で使い切るようになさってください。できるだけ1ヶ月で使い切れる量を作成していただくといいです。2つ目は直射日光の当たらない、できるだけ涼しい場所に保管しておいてください。真夏は冷蔵庫保管がおすすめです。保存料などは一切使っていないため、お肌に異常が現れた場合はすぐに使用を中止してください。アルコールが苦手な方も控えた方がいいでしょう。ハーブのコスメを楽しく続けるために、ぜひルールを守ってご活用ください。今日も最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。ぜひローズマリーチンキを作って暮らしの中で活用してみてください。今回はハーブチンキの活用としては、ハーブティーに入れて飲むという方法と、ハーブの化粧水を作るという方法を2つご紹介しましたが、実はハーブチンキの活用法はまだまだたくさんあります。こちらの YouTube チャンネルでもたくさん紹介していますし、講座でももっと深く知ることができます。今後もハーブとアロマの豆知識や活用法、楽しさをお伝えできればと思っております。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価ぜひお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。